皆さんどうもこんにちは。刀の舞さんです。今回は演舞大会翌日の古着着物のお買い物とお食事会の動画です。お食事会は横浜の人でも特に女性はなかなか行かないと思われるエリアに皆さんを連れしましたので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。たくさん寝ても疲れが抜けないお年頃になってきました。まずはとあるメンバーと桜木町駅で待ち合わせをしていて、どこにいるか探していると目立つ髪色の彼女を発見。ケンツル道場のクリスティーナです。彼女は私より 2,3 歳年下で、日本のアニメが大好きなコスプレイヤーでもあります。このキャラクターは次の動画でも出てくるので要チェックです。市営地下鉄のブルーラインに乗りまして、電車の中で前日の動画を見ながらおしゃべりしました。彼女から着物や浴衣を買いに行きたいとリクエストをもらってたので、私も最近行ってみたいと思っていたあるお店へ。センター北駅です。もしかしたら初めて降りた駅かもしれないですが、これから行くお店が気に入ればおそらく高頻度で来ることになると思います。ノースポートモールという大きなショッピングモールの中にありました。このハリボーはなんと本場のドイツより安いそうで、どうなってるのでしょうか。そしてお目当てのお店はこちら、ブックオフスーパーバザールです。本だけではなくあらゆる中古品を取り扱っていますが、着物の取扱店舗はホームページで確認できます。リサイクル着物屋さんは日本中にたくさんあると思いますが、ブックオフはとにかく安いです。気軽にチャレンジできるのでおすすめです。この時は5月だったからなのか、浴衣の品揃えはあんまりなかったんですが、夏着物は結構ありました。Oh, that's really cheap. Yes, yes. This is very difficult for me to decide. I tell Hmm. you that. 確かに選ぶのは難しいですよね。ここで彼女がある着物を発見しました。ブラック家紋付きの黒留め袖だったのですが、なんと私たちの習っている永神流の家紋のお着物でした。黒留め袖は結婚式にご親族が着るものっていうイメージが強かったのですが、着物のインフルエンサーさんが黒留め袖をとても可愛くカジュアルダウンして着られている動画を見つけまして、私もぜひ今度やってみたいなと思いました。ここで買って帰ればよかったのですが、数日後やっぱり気になって実は見に行ってしまったのですが、もうなかったんですよね。まさに古着は一期一会ですね。What do you think? I can't decide. When do you want wearing kimono? Maybe if there's a Japanese festival. Japanese festival in Japan or Germany. Oh, if you wear in Germany, everyone is okay. Because I don't want to wear it in Japan because I know like I can make many mistakes. Oh, it's okay. Now in Japan, people enjoying wearing kimono yourself, coordinate. So sometimes I wearing on the one piece or things, but sometimes they love kimono police. sometimes angry. 着物警察の話をしてみましたが、街中で注意されることはめったにないと思います。 Please try. I don't know, are there changing rooms? Or just put it over my. ひとまず好きな色の着物を選んでくれたので、私がそれに合いそうな帯と綺麗そうな長襦袢を選んで試着してみてもらいましたが、残念ながらちょっと彼女には日本女性の着物はサイズが小さかったです。そこでむしろメンズ着物もありじゃないとなって試着してもらっているのがこちら。 Please look. Yes, I like it. Oh, please use this. とりあえず私がしていたベルトを貸して前を止めてみてもらいました。 This? Yes, yes. If you say it looks good, I'm satisfied. Yeah. Oh, that's so nice. So much fabric. I don't know where to put my arms to. This way. Yes. Oh, I like it. Oh.
It's nice. I think I will take it. こちらは流し版と羽織までついて3点セットでなんと2000円でした。羽織は中に富岳36系の赤富士っぽいプリントがしてありました。見えないところのおしゃれって粋ですよね。大会の時も私は羽織を着てましたが、洋服の上に羽織だけ着るのもいいと思います。 Yes, good. I love it. Yeah, good. 無事に着物も変えて今日のパーティーの集合場所関内駅にやってきました。こちらのストリートピアノは人気でいつも誰かしら弾いてますが、皆さん上手です。交通系 IC やポイントをクレジットカードで買える自販機も増えました。師匠は多分使えないことでしょう。 Members. この日到着のメンバーもいましたが、すでにみんな集まっておりました。こちらはレーゲンスブルク道場のトーマス先生。お声がとってもダンディーです。なんとこの日はカサキの T シャツを着ておられました。立派なお腹でつい触ってしまいます。こちらの T シャツはお友達からいただいたそうです。そしてアイドルみたいなフランチェスカと初めましての旦那さん、頑張ってドイツ語で挨拶してみました。 Freut mich. Ich heiße Mai. バーバラとバスティアンも去年のドイツセミナーで会いました。 Yeah, hurry up. 今回もマイペースなエディたちが最後に登場。アレックスに怒られてペコってしているのがなんだか可愛かったです。たくさんのヨーロピアンの中に一人だけジャパニーズの私。 This way. Follow me. So I think it's very hard for you because now you have a big group of German-speaking people around you, and no one is talking English, and you don't understand anything. I'm with you. 私はまだ気の利いた英語のリアクションの引き出しが足りないですが、アレックスの言葉はいつも温かくてちゃんと心には届いております。 I was asking in Japanese because I wanted to know how much something is, how much it costs, and I went to someone and said, すみません、これはいくらですか？そして覚えた外国語がちゃんと言えて、相手からの返事も理解できたことがすごく嬉しいのもよくわかります。 これから彼らを横浜で 1,2 を争う治安が悪いと言われる福富町へご案内します。なんだか自然と小声になっています。彼らに分かりやすく伝えるためにヤクザという単語を出しましたが、とりあえず夜のお店が多いエリアです。 Them, I give them a massage. They are so soft. They will love us. Yeah, Korean town. なぜ今回お連れしたかというと、アジア料理のリクエストがありまして、福富町のコリアタウンにお気に入りのお店があるからです。こちら焼肉と韓国料理の専門店とママさんです。看板の豚さんが可愛いですね。いきなり乾杯シーンです。ベジタリアンの方もいるし、好き嫌いもあるからコースじゃなく席のみの予約にしましたが、全然深く考えてなかったんですけど、そうなるとメニューに載ってない説明と複雑なオーダーを全く私が聞いて回るミッションが待ち受けてまして、それはもう頭から煙が出そうなほど大変な仕事でした。このお店のメインはサムギョプサルです。めちゃくちゃ美味しいですし、店員さんもすごくいい方ばかりで本当におすすめのお店です。 More tasty. ベジタリアンの方々へはポテトチーズチヂミをおすすめしましたが、美味しく食べてくれました。以前の動画で海外の方は生卵を食べないらしいと言いましたが、ピタは何でも食べます。これは桜肉のユッケですね。スンドゥブも皆さん初めて食べるようです。お肉を抜いて作ってもらいました。豆腐と卵、キムチの辛いスープです。 Is this only mushrooms or are there also noodles in there? Mushroom. Only mushrooms, Yes. no noodles. No noodles.
そしてリーダーたちから最後にこれからの稽古が無事に楽しくできるように日本酒でみんなで乾杯したいと言われましたが、韓国料理屋さんなのでここはチャミスルで乾杯です。たくさんのドイツメンバーと過ごして分かったのは、みんながみんなお酒が強くて大量に飲むわけではなくて、全く飲まない方も何人かいらっしゃいました。そこは日本人と一緒ですね。私も今は病気のためかなりお酒は制限しておりますが、基本的にはお酒大好きだったので、この日はかなりたくさん飲んでおりました。 Alle im Namen der Immobiliario Yokohama Germany. 最後に道場主たち2ピーターズのご挨拶です。ようやく今回の日本の旅に参加するメンバーが全員揃ったので、演舞大会に参加したメンバーへのねぎらいのお言葉、今後の日程の説明と、みんなで仲良く楽しく稽古と観光していきましょうという内容でした。ドイツ語はまだ全然聞き取れませんが、動画の音声を Google 翻訳に聞かせたら少しだけ聞き取ってくれました。Hier beim koreanischen Barbecue in Yokohama haben wir bitte schön auf. And don't forget that all the organization is done by my son. 最後に私へのねぎらいと感謝の言葉も挨拶に組み込んでくださったのが本当に嬉しかったです。Thank you for your so much. Everything we ate and from tonight would be paid from Immobiliario Yokohama Germany. So. しかもなんとこのパーティーは全部彼らがご馳走してくださると、なんと太っ腹なんでしょう。私も彼らのようなリーダーになりたいと思います。というわけで今回は大会翌日の1日 Vlog でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。